ブでは1速、ストレートでは2速。ミニ四駆は固定ギアで様々なセクションを走ります。コースに合わせてギアチェンジをしたら速くなるのか、これを検証する。そのために走行中に変速するミニ四駆という一つの夢を現実にします。幾重にも立ちはだかる実現への高い壁、こだわりすぎて爆発するコース、完成する一切のショックがない魔法の変速機。これはそんな半年間の挑戦の記録。それでは動画へレッツゴー。試作1号です。まずは大まかに位置を確認します。試作5号です。これはフリクション CVT という無段階変速機です。ローラーが上にあるときは1対 1.3 で高速ギア、逆に下は低速ギアになります。ですがローラーのスライドの動きが悪いです。引っかかりましたね。リニアアクチュエーターのトルクが弱いので改造します。壊れているアクチュエーターから部品をいただきます。分解します。モーターを取り出します。ハンダ付けします。動作チェック。くるくるグッドです。仮止めして動作確認します。こちらもグッドです。試作6号です。スライドチェック。ダブルモーター化によりキビキビ動くようになりました。動力伝達チェック。力の抜ける箇所がある。まだコーンとローラーの当たりが弱いようです。ローラーを大きくしました。動力が伝わるようになりました。しかしスライドしなくなりました。ふむふむ。当たりを強くするとスライドしなくなり、スライドするようにすると動力が伝わらなくなります。この構成での実現が難しいことが分かりました。別の変速思考を考えます。2速の切り替えができれば良いです。2速ならバギー工作キットのようなスライド式があります。シンプルで良いですが無理やりギアをかませるので入らないことがあります。勉強のために模型を組み立ててみました。こちらは4速の変速機ですか。ギアを無理やりかませるものではないです。ただし引っかかることがあります。CVT のように一切の引っかかりがない方法を求めています。引っかかりがあると比較実験ができないですからね。減速機で言うと2021年に優勢ギアホイールなんて作っていました。懐かしいな。優勢ギアは3種のギアのうち固定するもので動きが変わるんですよね。この時は優勢キャリアを固定でリングギアが出力でした。キャリア固定でリングギアが回転。どうやら巧妙が見えたようです。優勢ギアを印刷しました。組み立てます。対応ギアを差し込みます。リングギアを取り付けます。優勢ギアを取り付けます。優勢キャリアを取り付けます。動かします。動きが悪いです。噛み合う部品が多いのでかなりの調整が必要です。うにょーん。調整しました。スムーズになりました。リングギアを固定します。優勢ギアの後転が優勢キャリアを通じて出力ギアを回転させます。これが走行状態です。逆に出力ギアを固定するとリングギアが回転します。この性質を活用します。これが変速にどう関係するんですか。まずはもっとスルスルにします。特に効果のあった変更点は優勢キャリアの構造変更です。2枚の板でギアを挟んでいましたがガタが発生しやすかったです。キャリアを1つの部品にすることでガタが発生しないようにしています。これが私の求めた変速機の形です。なんじゃこりゃ。両軸モーターを使ってその右側を1速、左側を2速ギアに接続しています。それぞれの出力ギアは同じシャフトに接続します。異なるギア比を同じシャフトに。そんなことやったらギアかモーター壊れますよ。それでは動かしてみましょう。私の考えが正しければ問題は解決され。止まった。図工。どうやらまだ噛み合わせ精度が足りないようです。リングギアを調整します。これでどうだ。マジでそろそろ成功してくれ。よし、正常に動きました。結局これは何ですか。いつになったら変速するのでしょうか。すでに1速と2速を切り替えています。これが2速。これが1速です。切り替わっているように見えないんですけど。変速ショックが一切ないのがこの変速機の特徴です。片方だけ駆動してもう片方は空回りするので同じシャフトに異なるギアを接続しっぱなしにできます。だからモーターは壊れないし変速ショックもないということですか。両軸型優勢変速機構と名付けましょう。実写の AT を参考に小型かつ 3D プリント品でまともに動くように考えた結果です。スピードを計測して変速しているかを確認します。机上の空論か現実か確認する時が来ました。1速。時速10キロで頭打ちです。2速。最高速が上がれば成功。最高速が上がりました。きたー。両軸型優勢変速機構が成功しました。マジでここまで長かった。優勢ギアへ方針転換してから18日間が経過。いくら作業しても進捗が見えないのがきつかったです。ですがここはまだ通過点に過ぎません。先に進みましょう。ひえー。基板を設計します。
走行中の変速を実現するためです。あれ、制作日ということ変速機の成功前ですよね。発注のリードタイムを考慮して基板を先に作っていました。ってことはこの基板 CVT 制御用じゃないですか。それが構成をより困難にしました。この基板で制御できる範囲で変速機を実現する必要が出たのです。そこも含めて考え抜いたのがあの構造です。カレー屋でナムを食べていたら思いつきました。なんで配線は済んだのでビアを設置しています。最後にグランドで塗りつぶします。配線漏れを潰します。外形を囲みます。基板設計完了です。 PCBA でプリント基板を発注します。両面基板なので無料で素材をアップグレードできます。他の設定はデフォルト、製造番号だけ削除しておきます。表面実装部品があるのでメタルマスクも発注します。枠なしメタルマスク、これで発注設定完了です。配送は安くて早い OCS にします。12ドルほど安くなりました。発注します。8日で届きました。毎度のことながらこの安さと速さで届くのはすごい。基板と高難度 3D プリントで頼りにしていますよね。 CNC 切削によるアルミ部品とかも作りたいな。基板を使って固定台を作ります。メタルマスクを取り付けます。ペーストハンダを塗ります。ランドに塗り広げます。うまく塗れているでしょうか。綺麗に塗れています。グッドです。表面実装部品を乗せていきます。次はリフローに進みます。ホットプレートで基板を熱します。じわーっとハンダが溶けてきます。リフロー完了です。スルーホール部品を実装していきます。ピンソケットを取り付けます。ハンダ付けします。マイコンのピンソケットを取り付けます。ハンダ付けします。可変抵抗を取り付けます。ハンダ付けします。ピンソケットを取り付けます。ハンダ付けします。スイッチを取り付けます。ハンダ付けします。制御基板完成です。気持ちのいい基板になりました。マシンのシャーシ作成に進みます。試作シャーシ1号です。干渉の確認のためにフロントをカットしています。基板置き場チェック、フィットです。ボディにはブロッケンニナントを採用します。いやいや、これ検証マシンですよ。ボディなんて乗せたら位置合わせや加工で高数爆発するだけです。絶対に似合う。私の頭の中にある完成形がかっこよすぎて実現させたいのです。地獄入りが確定しました。もちろん干渉したので修正します。試作シャーシ3号です。ボディの固定方法をボディキャッチを使うように変更しました。固定できるかを確認します。フィットです。ホイールベースが短いです。いつもの癖で VZ シャーシのホイールベースにしていました。ブロッケンは FME なので 3mm 長いです。バッテリー台を追加しました。フィットです。試作シャーシ4号です。シフターであるターボ固定部を追加しました。パッチリフィットです。バッテリー台を移設しました。試作シャーシ6号です。センサー台取りやす性を追加しました。各パーツの干渉を確認します。ホイールの位置も出ています。これで全ての位置が出ました。なので変速機を再設計しました。息なしどしたし、ブロッケンの幅に合うように寸法を詰めました。フロントホイールの横にバーがついていますからね。ただしクリアランスも変わったので再調整し直しです。これは並行でやっておきます。うにょん。最終版シャーシです。ギア固定部を復活させました。サポート材を取り外します。シャーシが出来上がりました。変速機を見せる納得のいくデザインになりました。早くボディを乗せたい。ボディは加工が必要なので先に試走をしましょう。試作マシン完成です。ギアは1足に固定しています。本当にまともに走るのでしょうか。設計は詰めました。あとは私の構想が正しかったか否か。それでは走らせます。お、マジっすか。走っています。よっしゃー、ようやく走るところまで来れた。まだ作業はたくさん残っています。でも今はこの走行をかみしめます。シフターを印刷しました。組み立てます。固定します。スポンジを貼り付けます。シフター完成です。シフターを取り付けます。動作チェック。コントローラーを接続します。1足2足。想定通りの動作をしています。ブレーキスポンジをリングギアに押し当てているだけ。これで変速できるとはちょっと思えないです。正直私も試してみましょう。コントローラーを接続。1足走り出します。ずれた。マシンを持ちながら試します。あれ、シフターが動かない。最初一瞬動きましたよね。確認します。原因は分かりましたか？分かりました。モーターの消費電力が大きいためマイコンへの給電が足りなくなっています。修正します。うにょん。最終版シャーシです。
バッテリーを追加してモーター用とマイコン用を分けるようにしました。これで給電不足は解決ですね。シャーシの組み立ての前にボディ加工に進みます。経験上ボディを乗せるためにシャーシの追加修正が必要になる気がするので、ボディをあてがります。めちゃめちゃ干渉します。それはそう、大掛かりな加工が必要です。部品とボディの位置を見ながらカットラインを決めます。ラインをマスキングテープで示します。まずは大まかにボディをカットします。事前に決めたラインで無駄に切りすぎないかを確認します。キャノピーサイドに一部残せる場所を見つけました。カットを続けます。干渉を確認します。切断面を整えつつゴロ調整をします。再確認。バッチリです。フロントからボディの固定に必要な部分を切り出します。シャーシにボディを取り付けて干渉を確認します。フロントがシャーシに干渉しています。フロントはマシンの顔なので加工せずにシャーシの修正で対応します。リアはタイヤとのクリアランスがギリギリで少しでもボディが動くと干渉します。最終版シャーシです。前後のクリアランスを広めて干渉を回避しました。ボディ前後をつなげるパイプを作成します。フロントに元からあるパイプを延長する形で活用します。試作1号です。高さが合っていません。試作3号です。位置が合いました。固定用の穴を開けます。描きます。穴を開けます。延長パイプを取り付けます。ボディの加工完了です。まじまじに手としたし。味気ない。リフレッシュも兼ねて買い出しに出かけます。塗料を買いました。ちょっと待て、まさかここから塗装までするとか。もちろん言います。まだ変速がちゃんとできるかも分かっていないんですよ。かっこよく完成させたいじゃないですか。もはや完成するかもわからないんですが、それはいつものことです。ならいいか。ボディを脱脂します。拭き取ります。サフェーサーブラックを塗ります。メタリック塗装をするので下地は黒色にして重厚感が出るようにします。メタリックレッドを塗ります。他のパーツも塗っていきます。メタリックレッドを塗り終えました。やはりこのくらいの色味になりましたか。ジャミング RG を塗った時と同じ塗料ですからね。私の思うブロッテンはこんな浅い赤ではないです。より深い赤を望んでいます。そのため買ってきたのがクリアレッドです。キャンディ塗装にすることでより深い赤色を得ます。クリアレッドを塗ります。キャンディ塗装は初めてなので仕上がりが楽しみです。ただしメタリック層をレッドにしたのでこれがどう転ぶかちょい不安です。メタリック層はシルバーが一般的ですからね。どんどん塗り重ねていきます。塗装しました。こちらがキャンディ前のメタリックレッドの塗装面。次にキャンディ塗装面。かなり深い赤になりました。美しい。これぞまさに私の求めていた赤です。ブロッテンの重厚感が出ています。気持ちよくなってきました。シールを貼ります。素体がすでに良いのでシールは最低限です。リングギアを再印刷しました。幼軸型優勢変速機構がシルバー単色でぼやけていたので引き締めます。最終版シャーシです。元のラメ入り青なブロッテンの赤に合わなかったのと、リングギアに合わせるためにこちらも黒にしました。シフターを修正しました。優勢キャリアに接続された出力ギアがガタついています。さらに空転も発生しています。キャリアと出力ギアは同期している必要があります。修正しました。目地止めにすることでガタも空転も消しました。速度センサー反射板を印刷しました。半分を黒色に染めます。これにより赤外線の反射がオンとオフを繰り返すことになります。オンとオフの1セットで1回転を意味するため回転数が測れるようになります。つまりスピードがわかるということですね。赤外線 LED を配線しました。受光部を配線しました。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。モーターを取り付けます。3ギアを差し込みます。グリス塗り塗り、ここにも塗り塗り、リングギアを取り付けます。優勢キャリアと蓋を取り付けます。ミラーリングします。シャーシに両軸型優勢変速機構を取り付けます。固定します。フランジベアリングを取り付けます。シャフトを差し込みます。反射板を取り付けます。スペーサーを取り付けます。ホイールを取り付けます。グリス塗り塗り、駆動チェック。1速2速スルスルグッドです。駆動用バッテリーを搭載します。制御用バッテリーを搭載します。制御基板を取り付けます。サーボを取り付けます。赤外線センサーを取り付けます。サーボケーブルを接続します。センサーケーブルを接続します。シフトインジゲーター LED ケーブルを接続します。シャフトを差し込みます。ホイールを取り付けます。シフターを取り付けます。リアローラーステーを取り付けます。固定します。スラストチップを取り付けます。フロントローラーステーを取り付けます。固定します。モーターが発するノイズでサーボが暴発します。コンデンサーを取り付けてノイズを軽減します。どうでしょうか。サーボの暴発がなくなりました。グッドです。
シフトインジゲーター LED を取り付けます。ボディを搭載します。固定します。できました。両軸型優勢変速飛行搭載ブロッケンになんとマシン名はブロッケントランスです。この突出した機構がギアチェンジを可能にします。そしてブロッケンはそのデザインと見事にマッチしています。私の想像内にあった外見を具現化できました。だが何かが足り、早速スピードチェック。ちなみにギア比は初期から変えています。1速25キロ、2速30キロまで伸びました。変速は成功です。マジで嬉しい。てかめっちゃ速くなっていません？最初は10キロ16キロでしたよね。バッテリーが変わっているとはいえです。数えきれないほどのギア調整が大きく駆動ロスを減らしました。最初は空転でもモーターの発熱がとんでもなかったですからね。撮影外でモーターから煙出た時もありましたし。まだ一つの大きな懸念が残っています。タイヤを回すにはリングニアの確かな固定が必須。私の構成ではサーボでスポンジをリングニアに押し当てるだけ。これがトルクが必要なコース走行で通用するかどうかです。それではジャパンカップジュニアサーキットを走らせます。これもまたルール無用 JCJC タイムアタックです。スイッチオン。これで全てが決まる。頼んだぞ。5。よっしゃ力強く走っています。ー。トルクが伝わっている。夢じゃないよなこれ。完全にミニ四駆のシャーシが折れました。心は折れません。最大の要因は折れやすい TLA で印刷したことです。普段は PETG なのになぜ？ギアとシャーシの色をシルバーと黒で交互にするためです。外見を優先しすぎたということですか？なのでさらに外見を高めます。どういうこと？マシンをフロントから見た時に思いました。確かにこれは私の想像通りです。ですが現物を見るとデザインがボディとシャーシの上下で分かれているように見えます。ここだけがどうしても気になってしまう。だからクリアレッドの PETG でシャーシを印刷します。試作シャーシ1号を印刷したフィラメントですよね。ここに来て再採用。ブロッケンに合わせるには赤色が若干薄くて明るいです。それによりシャーシにおもちゃ感が出て浮きます。ということでクリアレッドで塗装します。クリアレッドの重ねがけ。ボディと同様に深い赤になることを期待しています。確証な委員会。だからこそやるのです。できました。ブロッケントランスです。シャーシはボディへと完全に融合しました。これはもう最高じゃん。ここまでは私の想像にはなかったです。ようやく満足しましたか？制作物としては満足。あとは検証がどうなるかです。重量チェック。161.12g ミニ四駆の水準です。意外と軽い。オーバルコースで速度を比較します。まずは1速固定。5。 1周目と5周のタイムを見ます。1周目は 1.910 秒、5周は 7.167 秒です。次に2速固定。加速が低く最高速が高いので1周目は遅くそれ以降は速くなる想定です。5。1周目は 2.062 秒、5周は 7.164 秒です。重ねます。1速の出だしが速いです。そこから徐々に2速が追いついてきます。捉えました。加速と最高速でギアの役割が分かれている。変速の効果に期待大です。次はいよいよ変速。1周目の加速とその後の最高速を両立できたら成功です。5、最初は1速。ここから2速。さあどうだ。1周目は 1.892 秒、5周は 7.014 秒。完璧だ。変速によって加速と最高速の両立ができています。仕組みを考えれば想像がつくことですが、実際に動くマシンを作り検証をする。ここに面白さがあります。そして最後は原点となった疑問を検証します。カーブで1速、直線で2速、セクションに合わせた変速で速くなるかを検証します。立ち上がりは速いです。ただし中盤からのタイムはむしろ遅いです。このコースはその検証をやるには狭すぎる。だから来ました。 M 厚2レーシング MAR のミニ四駆コースに。大型コースだ。マジっすか？でかいインスか？許可をいただきました。さらに運よく貸し切り状態。ひとしきりサムネイルも撮ったのでマシンをセッティングします。フロント2段アルミローラー、リアにブレーキを追加しました。まずは主走。
立体セクションの衝撃を心配していましたが問題なく走っています。というか速いです。元気に走ってくれて嬉しい限りです。ドーン。予想以上に速い。マスダンパーを装着。フロントブレーキ追加。ドーン。ピニオン抜けて加速しない。ゆとりんさんにピニオン抜け防止の技を教えていただきました。しれっといるフェンスカチャンピオン。フロントブレーキ強強。これならコースアウトしないでしょう。減速が大きいのでその後の加速力が重要になります。2パターンの変速タイミングで比較をします。パターン A は最初のバンク下りから次のバンクまで2速、アップダウンがあるセクションでは1速、ストレートセクションで2速。つまり平面が長いセクションで2速にするのがパターン A です。パターン B は最後のストレートだけ2速、それ以外は全て1速です。視聴者の皆さん、どちらが速いか予想してみてください。重ねて勝負。5スタートはどちらも1速。 A はここから2速にします。ウェーブで A が遅れました。マジか。ウェーブってギア比がこんなに影響するのか。ストレートはお互い2速。ここでは差は変わらず B が先行。ただし着地ミスで B が減速。追いつかれましたが1速の加速力ですぐに挽回。バンクカーブも1速が速い。 B が大きく差を広げて先行。A は追いつくことができません。お互いのギアが異なるこの中盤ゾーン、顕著にスピードに差が出て興味深いです。大差で B が勝利。皆さんの予想はいかがでしたか？私は当初 A が速いと思っていたので予想内でした。大きな減速はバンクでかかるブレーキだけだと読んでいたので、平面であるウェーブでは2速が速いと思っていました。1速固定と2速固定の走行を重ねてみても差が大きく開くのは中盤ゾーンなんですよね。逆にバンクではそこまで差が広がらないです。いや、面白い。やっぱ実際に検証するのが大事ですね。全てのタイムはこの通り。パターン B が最速、つまり検証結果はミニ四駆においてセクションに合わせたギアチェンジは速くなる。7年の疑問を解決できました。お疲れ様でした。今回は変速機を搭載したミニ四駆を作りました。とても大きな挑戦でした。正直うまくいかないことばかりで諦めそうにもなりました。ですがどうしても変速するミニ四駆を実現させたかったです。そして走りも見た目も満足するマシンになりました。また一つ宝物が増えました。今回は特に大型な開発になりましたね。実現の難しさはアクティブサステンションバックブレーダー、調整のシビアさはアニメサイデンディオスパーダを思い出しました。話したいことが多すぎる。残りはメンバーシップ副音声動画で話してください。走行不能になりかけたわちゃわちゃシーンも入れておきますから。さて次は何を作ろうか。このマシンには回収していない一つの機能がありますよね。それもいずれやります。ハイプ、いいね、コメントでの応援が活力になります。それではまたのし。